し呼ぶ。はい、来ました。間違いなくついてますね。ついてますね。はい、じゃあママとご対面よ。おはようございます。朝の食パンをかじりながら黙々と働きます。私事で恐縮ですが、先日家族が増えました。平坦な人生を歩んでいた中で大きな節目です。こんなこと人生でなかなか経験することがないので、仕事の合間にこっそり記録を残し続けてみました。今日は社畜が父となるまでの10ヶ月間の記録をお届けします。長くなりますが、お付き合いいただけますと幸いです。2025年7月14日、妻がここ数日、体調が悪いようです。ただごとじゃない空気を感じながら、産婦人科を受診してみたところ、なんと妊娠していました。とてもめでたいです。現在妊娠5週目で、エコー写真に写っているこの黒い小さなプチが赤ちゃんのようです。そして2週間の月日が流れました。無事に心拍も確認できました。これでれっきとした生命です。形も徐々に生き物になってきています。心拍が確認できたからといって油断禁物です。安定期に入るまでは慎重に暮らします。妻の体調が最近悪く、ここ数日37度の熱が出ていました。熱は下がらず39度台へ突入したため、緊急入院となりました。妊娠中は処方のできない薬も多いので、体に影響のない方法で様子を見ます。母子の健康を願いながら過ごす日が続きます。3日ほど入院して熱も落ち着き元気になりました。ひとまず安心です。8月13日、妊娠10週目。検診の結果、赤ちゃんの背中にむくみがありました。むくみは半数以上の赤ちゃんがなるようですが、場合によっては染色体異常の可能性もあるようです。不安です。出生前検査を受けることにしました。結果は3週間後に出ます。楽しみなことも多いですが、それと同時に安心できる時間も少なく、気が休まりません。そして3週間後に電話が鳴り響きました。出生前診断の結果です。なんともなかったようです。医師からの報告はとてもあっさりとしていました。あとは安定期を待つのみです。赤ちゃんが生きているか不安になったので、心音を聞く器具を知り合いから借りました。これ何？あ、ここ聞こえる。トクトクと聞こえる。まだ見ぬ生命の心臓の鼓動が聞こえて神秘的でした。無事に安定期突入です。最近お腹の膨らみが出てきたので、腹回りの記録も取ることにしました。
この頃の妻はつわりも落ち着いてきてアクティブになりました。買い物をしたり肉を食らったりして満喫します。お肉系は晩ご飯もしっかりと作ります。ください。もりもりと食べて栄養を蓄える時期に差し掛かりました。最近お腹がどんどん大きくなってきています。検診では性別も判明しました。男の子です。弱みとして。賑やかな家になりそうです。働きたくない。母子ともに健康に過ごしてもらうべく、よく食べ、よく歩くことを意識して過ごします。肉こそパワーです。11月2日、妊娠21週目。出産予定日は3月なので、じわじわと赤ちゃんとの暮らしが現実味を帯びてきました。我が子を万全の体制で迎えるべく、赤ちゃん本舗へとやってきました。抱っこ紐の試着もしました。この日の収穫は、抱っこによって赤ちゃんを窒息させてしまうんじゃないかという恐怖心です。11月3日、妊娠22週目。迫力が増してきました。23週目あたりから胎動がとてつもなく感じるようになりました。妻の腹部に手を添えると、ぐにぐにと何かがうごめいています。着実に生命が育っています。検診で逆子であることが判明しました。この時期の逆子は戻る可能性も高いので、気にしなくていいとのことです。今後2人で遠出もできなくなるので、弾丸で奄美大島へ行ってきました。この旅行の思い出は、インフルエンザにかかって2日間寝込んだことです。海を見ながらの投薬、風情があり、一段と美味しく感じました。こいつらをこれが2人での最後の旅行です。次は3人で訪れたいです。その後もうまいものを食べ、出かけられるうちに出かける日々を過ごします。あ、でも、柚子胡椒も好き。検診の結果、逆子は通常の向きに戻っていたので、一安心です。うまいのしかない。年明けからは、妻は産休に入りました。体調もすこぶる良かったので、お菓子作りに励んでいました。適度に糖分を摂取し、赤ちゃんをでかくします。2026年1月10日、妊娠31週目。年も明けて落ち着いてきました。この日は赤ちゃんの服を水通ししました。妻が通院中の間に洗濯物を干しておきます。赤ちゃん服のタグは内側ではなく外側についていました。作り手からの心遣いを感じます。こんな布面積の小さい服を着る人間がもうすぐ我が家の一員となると思うと、なんとも不
不思議な気持ちです。残された時間も少ないので、動けるうちに友人に会っておきます。僕の幼馴染が関東に転勤してきたので会っておきます。次回会うのは子供が生まれてからになりそうです。ちゃんと野菜もあって。この日は珍しく雪が降りました。家で引きこもりながら料理をしてのんびりと過ごします。父に年末ぶりに連絡をしました。父も子供生まれるのを楽しみにしているようでした。妻はというと産休中することがないので宅建の勉強を始めました。2月10日、妊娠36週目。この日は代休を取得して外出することにしました。動けるうちに行きたい場所に行っておきます。これが最後かもしれないと外出のたびに同じことを考えています。毎回最後だと思って全力で出かけます。代々木八幡を思い残すことなく散策してきました。ついにベビーカーも届いたので組み立てます。ベビーカーは7万円もしました。高額の出費に心が震えます。ただ、この強靭なボディによって赤ちゃんのふにゃふにゃな肉体を守ることができるので、ベビーカーに課金しておくことに越したことはないです。これで準備万端です。その後も平和な日々を過ごします。赤ちゃんが生まれたら忙しい毎日になると思うので、仕事をどんどん片付けておきます。2月21日、妊娠37週目。どんどんお腹は大きくなってきていますが、散歩はするようにしています。歩くと赤ちゃんが下に降りてきて生まれやすくなるようです。その後は出かけず、家で仕事をしたり、ピーナッツバターを作って過ごしました。この落花生も実家で採れたものです。油分が少なめでパサパサの仕上がりになってしまいました。
胎動も活発になっています。妻曰く、横腹をえぐる勢いで赤ちゃんが蹴りをしてくるようです。赤ちゃんをよりパワフルにするために、たくさん食べて、たくさん散歩して過ごします。体重も適正のようなので、食事は制限なく摂取できていました。そしてついに妊娠39週目です。出産予定日まであと3日なので、いつ生まれてもおかしくない状態です。この土日は安静にして過ごすようにします。近所のパン屋でパンを買ったり、お昼はスーパーの惣菜で簡単に済ませます。夜は謎の胸焼けで食欲がないとのことでした。スーパーで食べられるものを買ってストックしておくことにしました。ゼリーや味噌汁など食べれるものを摂取して体力をつけてもらいます。翌日になると胸焼けは治っていました。昼ごはんは胃に優しい和風焼きうどんを作ります。我ながらいい出来栄えです。我が家のレギュラーメニューに仲間入りです。夜はタコスを作りました。その後2日間は何事もなく過ごしました。3月なのに珍しく雪も降りました。誕生日は3月9日か10日が覚えやすくていいなと思いましたが、そんな都合よく赤ちゃんは出てきてはくれません。本日も JR 東日本をご利用くださいまして3月11日、妊娠40週目。そして、ついに出産予定日です。
お腹もはちきれんばかりのサイズ感になってきました。この日の仕事はリモートなので、一緒に産婦人科に検診に行きました。エコーでもしっかりと顔の確認ができました。まだ下に降りきっていないとのことで、出産まではもう少しかかるようです。引き続き気長に待つとします。その後2日間も生まれる気配はなく過ごしました。ただ日に日に妻の体のコンディションは悪くなってきていました。腰が相当痛いようです。着実にその日は近づいています。3月14日土曜日。おはようございます。今朝も特に異常なしです。依然として妻の腰の痛みは続いています。小豆の力を高めて託します。朝から産婦人科で検診を受けます。予定日を過ぎているので、もしこのまま生まれなければ来週水曜に入院しましょうとお医者さんから言われました。今日も特に動きはなさそうなので、美味しいものを食べたり買い物をしたりしてのんびりと過ごすことにします。不安だったので玉ひよに初めて投稿したりしました。出産を控えた同志たちは優しいです。気長に待とう、そう思っていた矢先に妻が破水しました。やばいか。大急ぎで身支度をします。でも多分これ間違いない。止まんない。もうタクシー呼ぶ？タクシー。いろいろ終わってから呼ぶ？うん、ちょっとだけ準備して。うん。さすがに顔が痛い。よいしょ。頑張ろう。こうね。僕にできることは荷物を持つことと陣痛タクシーを呼ぶこと程度です。陣痛タクシーとは事前に住所や出産予定日を登録することで、いざという時に道案内不要でスムーズに迎えるサービスです。防水シートなどの備品を備え、講習を受けた運転手が対応してくれるようです。事前に予約しておいたので5分で来ました。病院に妻を送り届けます。妻だけ入院して僕は帰されました。旦那さんは分娩室に入ったタイミングで電話しますねとのことです。あっという間に蚊帳の外です。陣痛が来た時のために腰をテニスボールで押すことをイメトレしていましたが、その技術を活用することはなさそうです。あとは待つだけなので、仕事をしたり、妻と電話をして状況を確認しながら過ごします。
腹ごしらえも済ませて、明日に備えます。おやすみなさい。3月15日、日曜日。そわそわして5時に目覚めました。妻と電話をします。もう一眠りいける？起きとく。陣痛がかなり進んでいるようで、妻は一睡もできなかったようです。今日のお昼頃に出産になりそうなので、身支度も済ませておきます。電話で状況を確認していますが、終始痛そうです。この痛みを乗り越えた先に、赤ちゃんを手にすることができる。富士登山も道のりが長く険しいほどに、頂上に登った時の景色が美しく感じる。そう伝えながら、令和の時代に反した価値観だと思いつつ、妻を遠隔で励まします。電話で話すどころじゃない痛みになってきたので、通話終了です。あとは粛々と作業でもして気を紛らわせます。病院から電話が来ました。いよいよ分娩室に移動するので、立ち会いに来てくださいとのことです。急いで向かいます。医療用マスクを着用して廊下で待機します。できることは何もなく、そわそわします。一旦妻の母、僕の父、友人に連絡をしました。しばらく待つと、分娩室への入室を許可されました。では、戦ってきます。はい、もらいます。大丈夫？はい、来ました。間違いなくついてますね。ついてますね。はい、じゃあママとご対面よ。じゃあこの後ちょっと赤ちゃんもね、また暖かくして。誕生しました。人間1日目の我が息子です。出産の立ち会い時間は30分ほどだったので、僕にとっては短い戦いでした。聞いてない。妻は9時間戦っていたようです。今後妻に足を向けて寝ることはできなくなりそうです。我が子は元気いっぱいです。足出さないでください。少し離れるとすぐに泣きそうになります。ふにふにで親の助けがないと生きていけない存在です。よし。優しく育て上げて、老後は逆に世話をしてもらうとしましょう。息子が大人になるまでは父として死ぬ気で守っていきます。ひとまず母子ともに健康に生まれて安心です。肩の荷が下りました。病院から出てふと空を見上げました。そして空の写真を撮ってみました。何年経ってもこの空を見ると今日の出来事を思い出せる気がします。これからは歯を食いしばって社畜をしながら息子を養い続けます。本日もご視聴ありがとうございました。